NHK と与党にしたくない。どうもこんにちは、ドンコメです。今回はテロを肯定、紀藤正樹弁護士の説明要求というタイトルでお送りいたします。まず何があったのでしょうか。テレビにもたびたび出演する紀藤正樹弁護士が NHK 党と統一教会の関係を問題視して NHK 党に説明責任要求をしたんですね。これに対し NHK 党立花孝党首が会見にぜひご参加ください。丁寧に説明責任を果たしていきたいと返事をしました。しかし紀藤弁護士は会見に参加しませんでした。このことについて本人は立花さん、参加は叶いませんが説明責任の件よろしくお願いしますと投稿していました。そして会見で立花氏は、私自身は統一教会嫌いです。宗教全般に嫌いです。はっきり言って嘘ついてお金集めしてるんでね。一方で憲法20条信教の自由があるので特定の宗教、今回で言えば旧統一教会ですが、刑事事件も起こしていないのに解散させろっていうようなことは憲法違反ではないかという主張をしているに過ぎない。それ以上の説明が何が必要なのかはわかりませんが、人に説明責任を果たすという以上は質問に来てください。質問されたらこちらはいくらでも回答するという用意があるのに、今日お越しにならないだけだったらいいんですけど、そうじゃないと思いますので、こういう卑怯な人についてはね、卑怯じゃないと言うんだったら、紀藤弁護士は会見にお越しいただくなり、私に直接取材に質問に来ていただければと思います。と、こういった説明をしていました。また、同じく会見に参加していた NHK 党の浜田聡氏は次のように補足をしました。本来だと、刑事罰でしか解散命令ができないのを、民事にも適用するように、当時の岸田政権が判断。解散命令請求の理由となっているものも、すでに時効済みとなっています。訴訟の数も激減。紀藤弁護士はそういったことを無視している。文部科学省が解散命令に使った資料に捏造が疑われると9月に読売新聞が記事にしています。もしこのまま解散するとなれば、安倍元総理を暗殺した山上というテロリストの意向が達成されてしまう。テロの肯定になるわけで、これはとんでもないことだと。こんな宗教弾圧はとんでもないという方針でいろいろと発信している。MBS が9月に取材に来てくれて1時間ほどのインタビューを受けたが、未だに放送されていないと説明されていました。会見の後、立花党首は直接紀藤弁護士に投稿をしています。紀藤先生、ただいま国民会見で説明をさせていただきました。説明が不十分なら追加で説明させていただきますので、ぜひ国民会見にお越しください。これらに対し紀藤弁護士は次のような投稿を出していました。拝見しました。ただし説明責任は政党側にあり国民にはありません。泡沫野党ではなく与党連携するのですから、卑怯という言葉を国民側に使うのは絶下の類です。公党の党首として注意すべきです。参照第15条、公務員を選定し、及びこれを罷免することは国民固有の権利である。また、その説明も立花党首は、日本で膨大な被害者を生み出した統一教会と一般の宗教を同視する説明。浜田さんは何ら検証なく統一教会の暴略的な広報を鵜呑みにする説明で、そこには高額献金、霊感商法、家族被害者への視点はなく、今回の説明では十分な調査能力がない口頭と判断するほかないと思われます。勉強されてから発言された方が良いと思いますし、他党が2022年以降行った統一教会の被害者への調査はされた方が良いのではないかと思います。なお、被害者への調査のためには、公党として被害者側の信頼が必要であり、現状の統一教会を擁護し、統一教会から援助を受ける状態では、到底信頼は受けられないと思います。今回の立花党首、浜田さんの説明ではそう判断せざるを得ないほど統一教会側に偏った不公平な説明だったと思います。統一教会側の組織防衛からの謀略的陰謀論的デマゴーグに簡単に騙される N と浜田さんもどうかしています。中略しまして、オウム真理教も陰謀論を説くカルトの一つでした。
教義を信じ込ませるのと別の観点で、組織を信じさせるため、信者を組織に取り込むため、その方法として陰謀論は多用されていました。政治家や有識者ですら騙されることに驚きます。とこういった主張を紀藤弁護士は投稿されていました。まとめるとですね、紀藤弁護士側の主張としては、NHK 党は統一教会を擁護している。統一教会の被害者のことを考えてほしい。自民、維新の連立与党が安倍元首相事件後に統一教会を擁護している NHK 党と組むことが正しい選択とは思えない。NHK 党は統一教会との関係に説明責任がある。こういったことが紀藤弁護士が主張していることかなと思います。若干誹謗中傷寄りかなと思う主張もあったので、そちらをまとめますと、まず、統一教会と一般の宗教を同視する説明を問題視。それから、統一教会側の謀略的陰謀論的デマゴーグを鵜呑みにしている NHK 党浜田氏は勉強不足、十分な調査能力がない高等、どうかしているとまで言ってましたね。また、オウム真理教も陰謀論を説くカルトとわざわざ持ち出したのは、統一教会もオウム真理教のような陰謀論を説くカルトだ。ということで同一視しているような発言かと思われます。今度は NHK 党側の主張をまとめました。立花氏自身は統一教会が嫌い、宗教全般に嫌い。しかしながら憲法20条の信教の自由がある。統一教会が刑事事件も起こしてないのに解散命令が出るのは憲法違反。解散命令請求の理由となっているものはすでに時効。資料にも捏造疑惑がある。こういった状況から宗教弾圧はとんでもない。解散させたらテロリストの意向を達成することになり、テロの肯定になる。こういった主張かなと思います。また、紀藤弁護士個人に対しては、立花氏はこのような主張をしていました。説明責任を果たせというので、会見で説明すると伝えたのに、結局来なかった。紀藤弁護士は卑怯者である。こういった発言があったかと思います。直接取材に来ても差し支えない、逃げも隠れもしないという主張をしているんですけれども、結局紀藤弁護士とはまだ直接対談はされていないようです。というか紀藤弁護士が来てくれてないですね。その他の争点というのがあると思います。統一教会は一般の宗教とは異なるのかということですね。信教の自由の対象か否かということです。これは、まずここがはっきりしないと、そもそもお互いの主張がそれぞれ立証できないかなと思います。それから、なぜマスコミ、特に MBS は浜田氏へ取材したのに未だに放送しないのか。おそらくもうすぐ1ヶ月ぐらい経つんじゃないかと思うんですけれど、なぜ取材したのにお蔵入りしてしまったのか。それともそんなに編集に時間がかかっているのか。これはちょっと気になるところですね。それから紀藤弁護士は、勉強しろ、被害者への調査をしろと言ってるんですけれど、一方で NHK とは被害者側の信頼は受けられない、十分な調査能力がない高等と言ってまして、調査しろって言ってるのにお前らは調査能力がないという矛盾したことを言ってるんですよね。じゃあどうしろっていう話だとは思うんですけれども。そして最後に紀藤弁護士はテロを発端とする旧統一教会の解散命令を肯定するのかということですね。さて最後にですね、双方の話をまとめてみますと、実は微妙に最も訴えたい主張が異なっていることがわかります。紀藤弁護士は NHK 党を与党にしたくない、罷免したい。これが最も訴えたい主張であると考えられます。一番の目的は NHK 党を与党にしたくない、罷免したいというのが先にあって、なぜならばということで旧統一教会の話を持ち出しているに過ぎないと思います。最初の方の発言を振り返っていただければ、このあたりはわかるかと思います。そして NHK とはそれに対して宗教弾圧はダメであると。特に今回の場合についてはテロが発端ですし、旧統一教会の解散の根拠にされた資料というのも捏造の疑いもありますし、刑事罰でしか出せないはずの解散命令を民事の事件を根拠に前の岸田政権は政治判断をして解散命令が出したことになっています。立花党首は個人的には宗教は全般的に嫌いという意見を持っていますが、あくまでも憲法法律に基づいたら宗教弾圧はダメという意見を出しているのが NHK 党
かなと思います。さてさて、どちらが正しいと思いますでしょうか？ぜひコメントなどで意見をしていただけたらと思います。この動画が面白かった、良かったと思いましたら、いいね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは今回はこの辺で失礼いたします。ご視聴いただき誠にありがとうございました。今日はこの辺で失礼いたします。ご視聴いただき誠にありがとうございました。